今回のお題は年齢、体格によって枕の高さは違うんですよというお話です。いつも私たちが枕の高さ大事だよ、一人一人違うよっていうことをお話しているので、もしかするともうしっかりと覚えていらっしゃるかもしれません。今一度復習していただきたい。そして今日初めてこの YouTube をご覧いただいた方もいらっしゃると思うので、そういう方はですね、この体格そして年齢によって枕の高さは1人ずつ異なるんだよってことをしっかりと覚えてください。今日はそういった事実真実を科学的根拠を基づいてお話ししていきたいと思います。はい、こちらご覧ください。まず年齢ですね。小さなお子様、成人女性で年配の男性の方、ちょっと絵で描いてみましたけど、どうですか？もしこんな年齢の方がいらっしゃるとしたら、どの方、枕が高くなると考えますか？はい、やはりこの中ですと、年配の方が高くなるんですね。その理由は？背中がこう曲がってるので、その高さが必要になってきます。はい、それと体も硬くなってきますよね。だんだんにこう背中が曲がってきたり、体格の変化、そして体が硬くなるという年齢特有のご症状出てくると、どうしても枕が高くなります。もちろん身長が伸びているようなこういった10代のお子様と成人の方を比べれば、成人の方が枕が高くなるという全体的な傾向があります。もちろん体格太ってる痩せてるということでもプラス条件が変わってきます。はい、痩せてる方と太ってる方、どちらが枕高いですか？太っている方ですね。ですね。身長、体重という体格によってもこの枕の高さは5ミリずつ5ミリずつ変わってくるんだということになります。はい、これを私たちの、枕研究所のビッグデータをもとに解析してまいりました。こちらご覧ください。これもうだいぶちょっと古いデータなので、3万人の、当院にお越しになった患者様と当研究所にいらしたお客様の身長、体重と指摘枕高と読みますが、適切に体に合っている枕の高さ、これの関係を相関関係を見たグラフとなります。こちらまず黄色と黒のグラフご覧ください。3次元グラフっていうんですけれども、縦軸と横とまたこちらの横軸っていうのを3つの軸で考えていて、枕の高さと身長、体重を見てます。こちらに行くほどこちらに行くほど数字が大きくなっていきますね。枕の高さは上に行くほど高くなっていきます。これでいうと、身長が高くなればなるほど、体重が重くなればなるほど枕の高さも高くなるということがはっきりした相関があるということが分かったんですね。はい、黄色と黒はですね、黒が60歳以下、黄色が60歳以上で見ているんですけれども、全体的に銅の黄色でも黒でも全体的に体格が大きくなってくれば右に上がっていって枕の高さが高くなります。若干この、黄色と黒、年齢の差で少しズレがありますよね。でこのパラパラパラとなっているところ、全体像からちょっと離れているところ、何かというと、非常にこの円杯っていう背中の丸みが出てくると、そして体が硬くなっていくと、とっても枕が高い方っていうのがパラパラパラっといらっしゃるんですよ。ちょっと特殊な体型の方ですね。でも全体的な平均的にはこういう年齢相関が見られます。今度は男女で分けてみます。女性が赤、男性が青で示しています。一般的には女性の方が男性より体格が小さい傾向がありますので、こちら身長、体重比較的低めの女性と高めの男性ということで考えても、やはり枕の高さ相関がはっきりと見られました。これ相関係数っていうのが出ていて、7割以上ですね相関があるということが分かりましたので、非
非常に高い相関傾向が見られたということになります。この時3万人の方々のデータから解析しましたけど、今どうですか、お客様。9万人いらっしゃいますね。9万人。この時の3倍になる。3倍ですね。わー。私たちは、この枕研究所にお越しになるお客様、そして患者様のデータをしっかりとこういった科学的な根拠につなげて解析をしておりますので、お客様のデータあってできることだといつも感謝していますよね。はい、ぜひですね、この枕研究所、もちろん枕の計測販売を行っているんですが、一方でこういった科学的な根拠、科学的な裏付け、これをしっかり出すために、そして裏付けに基づいたサービスをご提供していきたいという気持ちで社員一同頑張っております。ぜひ整形外科枕、科学的根拠に基づいたオーダーメイド枕をお使いいただけたらと心から願っています。はい、今日は3万人の、お客様、患者様の身長体重と指摘枕の高さということでお話をしてまいりました。ご理解いただけましたでしょうか。今日からの睡眠にまた役立ててください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。